こんにちは。今回は、シャドウコリドー2、天の夜平、ベータ版の3つ目のステージ、アジサイ横丁が遊べるようになりましたので、早速、やっていきたいと思います。起動したの、3ヶ月ぶりなので懐かしい。とりあえず、コーヒーをいただきます。カフェオレお願いします。しくれちゃん可愛いけどカット。カルタの構成は少し悩みましたが、どんなステージなのかわからなかったので、シンプルに大きなカバンと探索セットにしました。さすがに初見なので、19でいきます。現代の道のようなデザインですね。とても良いです。前作のステージ、路地を思い出します。路地だと確か、室外機の上に爆竹が置いてあったような。このタイプのドアは開かない。やはり、このアジサイでは汚れは取れないですね。いきなり勾玉を発展、火器が欲しい。どうしても、開けられるんじゃないかと扉を確認してしまいます。久しぶりの鈴の音。そういえば、今作の鈴の音は、開発者の白間さんが、本物の神楽鈴を使用して録音されたそうです。近所にシャドウコリドーをやってる人がいたら、普通にホラーですね。何のページだろう。お、白間さんの紹介ですかね。ホタル屋のオルゴールが聞こえますね。通り道になってる部屋なので、ここはちょっとまずい。
も注意です。大丈夫そうですね。替えの懐中電灯がありました。わかりやすいように光石を置いておきます。金額が少ないので買い物はできませんが、汚れを取りにアジサイに会いに行きます。アジサイ横丁の蛍屋も結構良い雰囲気です。今日久しぶり。蛍屋へようこそ。鍵が欲しいですが、やはり金額が足りません。また来な。魂魄の用意はあるのか。せいぜい死なないように頑張るんだな。まあとりあえず買い物を続けます。見てっといい。汚れ人でしょうか。この本があるということは新しい敵がいるようです。売れるものもない。これじゃ完全に冷やかしです。俺はまだまともだ。試しにこちらの出口に行ってみます。なんかいますね。この時右を見ていて、左にいるやつが見えていませんでした。びっくり注意。何が起きているのかよくわからなかったので、一旦絶対アンチに逃げ込みます。久しぶり、汚れを取りに来ました。試しにもう一度行ってみます。さらっと時を止める砂時計ゲット。なんか来た。
対処法が分かってるこの人はもはや怪しい。雨が降ってる方は行きたくありません。ちょうど懐中電灯が切れそうで、売れそうなアイテムも見つかったので、売った後に、さっき見つけた新しい懐中電灯を取りに行こうと思います。コンパクの用意はあるのか？今用意します。せいぜい死なないように頑張るんだな。コンパクの用意はあるのか？用意ができたので、鍵を変えます。お目が高いね。せいぜい死なないように頑張るんだな。お目が高いねーなんてボイス、ありましたって。懐中電灯と鍵を買ったので勾玉を取りに行きます。さて、どこでしたって。光石のおかげで見つかりました。ここで勾玉も取りに行くことを思い出す。
体力と汚れも少し回復できる新アイテム、アイスキャンディーです。キンキンに冷えてやがる。駄菓子屋さんですね。懐かしい。このステージのイメージは下町なのでしょうかね。さっきいたやっこですね。今気づきましたが、サイレンが鳴ると天井の提灯が光るんですね。まずい状況なので、絶対アンチに逃げ込もうとしたのですが。ここ。シエンもいるんですよね、このステージ。走って逃げることもできたのですが、ここで試しに食らってみることにしました。これを食らうと足止めされて汚れが結構たまります。今の出来が汚れ人であってそうです。ただ発狂とは違って大きな音は出さないようですね。正直支援が来てやられるのを覚悟していました。扉をすり抜けてくるんじゃなくて普通に開けてくるんだ。まあでも開けてくれた方が近づいてきているのが扉の音でわかるので助かります。汚れ人に捕まると汚れの蓄積がすごいです。1回で 20% くらい溜まりますね。ひょっとして上級だとさらに汚れが増えるのでは。これはもうアイスキャンディーをペロペロしまくらないとな。一旦この場から離れます。勾玉部屋を発展。ここでなぜかカルタが無効になっているような表示に気づきました。なんだろうこれ。提灯の明かりが消えました。サイレンが鳴ると提灯の明かりが灯ってさっきの顔なしみたいなのが湧いてくるようです。これ入れるんかい。あっちに行ったか。
アイスキャンディーは確定であるみたいですね。行き止まり。虫が飛んでる部屋の勾玉を取ってしまいます。開始20分でやっと勾玉1つ目。やはり爆竹の音に徘徊者が気づいたようです。これで懐中電灯が2つ目。今回は懐中電灯運が良いです。骸骨の配置が多いのは助かります。やった、アイスキャンディー。扉が開いているので、ここは来たことあるらしいですが、全く覚えていません。ここで2つ目の勾玉を発見。これは虫のダメージが無効になるお香でしょうか。こけしを持っていた方が良さそうです。汚れを無効にするアジサイ。このステージは骸骨が結構配置されているので取りません。今思えば、魂魄が溜まっているので、ホタル屋にお買い物しに行ってもよかったですね。拳銃を発見しました。汚れ人を撃ったらどうなるんだろう。サイレンが来ました。提灯が灯ってます。この音、アメリカのサンダーボルト1003というサイレンに似ていますね。TikTok のおすすめで前に流れてきたのを思い出しました。ここで、汚れ人に追われている状態でも、
ロッカーに隠れたら安全なのか試してみました。戻っていきましたね。次に、目の前でロッカーに隠れても大丈夫なのか、試してみようと思いました。びっくり注意。なぜか壁越しに捕まってしまいました。当たり判定が大きいようです。もう一度、検証してみます。おいでおいで。次は接触しないように、大回りで行きます。目の前でロッカーに隠れても大丈夫なようですね。テカレビとラッシュが終わりました。これなら、ラッシュが終わるまでロッカーに隠れていれば良さそうです。ただ、スピードランだと走り続けないと。あ、これは、頭キーンですね。こんなのもあるのか。今、アイスキャンディーを3つほど、連続で食べてしまいました。汚れを取ろうと食べ過ぎると、良くないのですね。キンキンに冷えてやがる、とか言ってる場合じゃなかったです。話を戻すと、このステージは、クリアを目指す方は、ロッカーに隠れてやり過ごせば、前のステージと難易度はあまり変わらないし、最速クリアを目指すスピードランだと、サイレンが鳴っても走り続けないといけない。とても良い難易度のステージなのでは、と思います。そういえば、最初に見つけた勾玉を取っていませんでした。鍵もありますし、ホタルヤ経由で取りに行きます。で、どこでしたっけ？今のうちに爆竹で虫を散らしておきます。アイスキャンディーゲット。
今のカフェオレを飲んでいなかったら、走った音で気づかれていました。やはり、クリアを目指すならカフェオレですね。あと美味しいし。コンパクを取得済みということは、ここは通ったことがある。とりあえず汚れを取ります。見つけました。最初に発見した勾玉です。部屋の中に入ってしまってやり過ごそうと思います。一定時間、敵や勾玉、ゴールの位置を透視できる千里眼です。これは欲しい。3つ目の勾玉ゲット。これはちょっと、不活でした。もしかして、徘徊が楽しいんでしょうか。このステージは勾玉を取っても、何も変化がないと思っていましたが、前のステージの上級のように、勾玉3つ取ると支援が徘徊するようになるのかな。支援が近いと走れないな。3つ目の懐中電灯です。懐中電灯運が良すぎる。やばい、この状況でサイレンは。アイスキャンディーゲット。前から来てますね。正面突破です。支援が遠かったので助かりました。あ、アイスキャンディー。でも逃げないとまずい。アイスキャンディーゲット。
ロッカーありました。一旦落ち着きます。ロッカーの中でライターつけても大丈夫みたいです。汚れ人に対してはロッカーは完全なアンチか。やっと終わった。ホタルやチケットを発見。でもいらないかな。落下したところに勾玉がある部屋です。でも鍵がない。少し悩みましたが、拳銃で鍵を開けてしまいます。砂時計があるから問題ないという判断。手持ちが空いたので、ホタルやチケットを持っていきます。鍵発見。ホタルやチケットくん、すまない。勾玉4つ目、残り1つです。ホタル屋が近いところにジャンプしました。どこだろう。ここは、ホタル屋にアイテムを売りに走っていたところですね。今のうちに爆竹で虫を散らしておきます。爆竹で徘徊者に気づかれました。ここも来たことがある場所です。完全に迷っています。アイスキャンディーを食べながら、迷ってるしぐれちゃんを想像すると、なんか可愛い。誰かファンアート描いてくれないかな。さっき、行き止まり、って言ったところですね。走ってる走ってる。頑張れ。
2つ目の勾玉部屋です。実はこれ、隣に扉があると回避できるんですよね。ちょっと近いですね。でも徘徊型じゃない支援だったら近くに勾玉があるはず。鍵をゲット。あとは最後の勾玉を探すだけです。また支援が近いタイミングでサイレン。びっくり注意。少しロッカーの中でしのぎます。汚れ人は常にプレイヤーに向かって動くようですが、プレイヤーがロッカーにいるときはどこに行くのでしょうね。うわっ。足元から入るのはやめてくれ。左脇からを釣った人みたいだ。ロッカーの中、ちゃんと作られていますね。ちなみに、ここからまた迷います。ここはさっき検証したところ、
懐中電灯が切れました。ここで最後の勾玉を発見。運よくコンパスもゲット。急いでゴールを目指します。ゴールが近い気がしたので、ここで一か八か、千里眼と砂時計を使って一気に進みます。もちろんアイスキャンディーは取ります。ゴールが見えました。汚れ人が帰っていきますね。ゴールが近いから、それとも階層が違うから。とにかく、無事ゴールです。C 評価なんで、初めて取りました。ライターが使えない。この景色、すごい綺麗です。自分の性癖に刺さります。なんか人がいると思いましたが、ただの配管と水が流れたシミでした。暗いところには何もなさそうですね。ああ、めっちゃいい。海でしょうか。なんというか、天の夜平で見る風景にしては、なぜかまがまがしいものを感じませんでした。試しに、下を見てみます。ここから先は、進めませんでした。この少し階段を何段か登ったところからのアングルもいいな。
誰かいますね。敵かもしれないので、念のためスニークしていきます。別れ際の言葉が死ねだなんて悲しすぎないか。久しぶりすぎて、最初誰だかわからなかったです。おじさん？なんでここに？なんでとはなんだ。心配してきたんだ。じゃなくて、だってここは。いいかい、天野与平だろ。知ってるよ。しぐれが自殺未遂で呪いにかけられたことも、今度こそ死ぬために呪いを解こうとしていることも。いいかしぐれ、自分から命を絶とうだなんて考えるな。死ぬためじゃない、生きるために呪いと向き合うんだ。何？こんなところに来てまで説教？親面して偉そうに。しぐれ、何？また殴るの？親って楽だね。殴って言うこと聞かせればいいんだ。しぐれ、お前はまたそう。殴ったことはすまなかった。大事なライターだったんだ。しぐれ、俺が嫌いか？嫌い。だっていつもうるさいし。それにお母さんのこと何も教えてくれないじゃん。すまない。何それ。そうだ。もういい。私は行くから。さっさと呪いを解いて死ぬ。どうせ死ねば全てなくなる。だったら生きてる意味が分かんない。人間いずれ死ぬことが決まってるんなら、早いか遅いかなんて些細なことじゃん。だったらさっさと死んじゃった方が絶対楽だって。生きてたってどうせ苦しい思いを重ねるだけ。しぐれ、この先で待ってる。また話そう。果たしておじさんは敵か味方か。でもアニメとかで敵が味方になったりするの熱いですよね。そういうの期待してます。いらっしゃいませ。お帰りなさい、しぐれさん。おじさまはご一緒ではないのですね。私のことあいつに教えたんですか？来なきゃよかったのに。そんなことを言うものではありませんよ。おじさまはしぐれさんを探して自ら天の湯平へたどり着いたんです。そう簡単なことではありません。おじさま、しぐれさんのことをとても心配しておられましたよ。でも世の中には本当にどうしようもない親がいるものですが、それらを除いても完璧な親などいません。親も人の子、感情に流されてしまうことくらいあるでしょう。そういうものだと思ってここは一つ。しぐれさんがもう少しばかり大人になってみてはいかがでしょう。そうですね。お湯を沸かしてお待ちしておりますよ。ということで、アジサイ横丁の中級はこれで終了です。面白いステージでした。
汚れ人のアーカイブですが、もう一度潜って買ってきましたので、興味がある方は一時停止してご覧ください。次のステージは、霊廟という名前です。そもそも読めなかったので検索してみたのですが、霊廟は、祖霊を祀る場所のことを言うそうです。おじさんがあのライターを持っているということは、しぐれちゃんはおそらく、前作の登場人物とつながりがあるはず。祖霊を祀る場所で、前作の登場人物と絡んだりするのでしょうか。まあ、もうすでに一人だけ会っている気がしますが、どちらにしても、続きがとても楽しみです。先日、正式版のリリース日が、2024年第1四半期に変更されたとのアナウンスがありました。霊廟が、アジサイ横丁のように単発で配信されるのか、正式版で遊べるようになるのかわかりませんが、気長に待ちたいと思います。今回の動画はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございました。